皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回はなぜ日本のフルーツが高いのかというテーマでお話ししていこうと思います。日本に旅行したことがある方、今日本に住んでいる方は、スーパーやデパートに行ってフルーツの値段を見たときに驚いたことがあるかもしれません。海外だとスーパーで安くたくさん買える果物が日本だととっても高い値段で売られているということがよくあります。いろんな動画で見たことがある方も多いかもしれませんが、知らない方もいるかもしれません。なので、ちょっとクイズタイムということで、皆さんも一度一緒に考えてみてほしいです。まず、高級な果物で思い浮かべるのはマンゴーです。マンゴーは日本では高級品として知られています。実際私もマンゴーを自分で買って食べたことはない気がします。誰かに買ってもらって食べたか、または普通にお店に行ってデザートを頼むときにマンゴー味のものを頼んでそこでマンゴーを食べるってことはあるんですけど、スーパーで一個一個売られているマンゴーを買って食べたことはない気がします。そのぐらい普段気軽にスーパー行ってよしマンゴー買おうとはならないです。では高級なマンゴーですが、1キロでどのぐらいの値段すると思いますか？もちろん安いマンゴーもあるんですが、高級なマンゴーだと1キロでだいたい2万円します。2万円ってやばくないですか？で、2万円は今のレートだとだいたい140アメリカドルぐらいします。で、他にはイチゴとかも結構高級なイチゴがあります。イチゴはどちらかというと振り幅が大きくて、春にスーパーに行けば安いイチゴもたくさん売っているんですが、その反面高いイチゴもたくさんあります。イチゴの品種で美人姫という品種があるんですが、そのイチゴがめっちゃ高いです。で、このイチゴ、どのぐらいすると思いますか？一番高いものは木の箱に大きいイチゴが一粒だけ入っています。で、このイチゴ一つの値段なんですけど、なんと5万4千円もします。一粒、いちご一粒で5万4千円ってやばくないですか？めっちゃ高くないですか？これを聞くと本当に高級品なんだなって思うかと思います。もちろんこれはその一番上、一番高いいちごなんで、スーパーに行けば500円ぐらいで売ってますが、このぐらい高いいちごもあります。で、これでウェブサイトとか行くとソールドアウトってなってるので、こんなに高いイチゴでも需要あるんだなって思います。あと他にも有名な高い高級なブランドの果物といえば、夕張メロンという北海道で有名な、メロンがあります。で、このメロンが果物の中央卸売市場という果物を買う場所があるんですが、そこで夕張メロンが2つ売られて、で買われました。で、この時に何円で買われたと思いますか？で、これは平均的ではなく今までで1番か2番目に高かった値段なんですが、その夕張メロンを2つでなんと300万円です。300万円だとトヨタの新車とか1つ買えます。って思ったら、ちょっともう怖くなりますよね。そんな世界があるんだっていうのを知って。で、私もこの、ポッドキャストを撮ろうと思って調べて知って、うわ、なんか私の知らない世界がまだまだたくさんあるんだなっていうことに気づきました。で、他にも高い果物は数えきれないほどあります。シャインマスカットとかも高いし、リンゴ1個とか桃1個とかにしても高いものが結構あります。
でもじゃあなんでこんな高いねんって思いますよね。なので今回はそのなぜ日本の果物が高いのか、その理由をいくつかお話ししていこうと思います。まず一つなんですが、一つ目の理由はコストがめちゃめちゃかかるからです。日本の果物を作っている農家さんはとても小規模です。なので広い土地で大量生産というわけではないんです。そして作っている方、農家さんも高齢化が進んでいて人手不足も深刻です。そして日本は山が多くて平らな土地が、平地が少ない国です。なのでたくさん作るということがまずできなくて、で、その上作る人もいなくて、で、あとは台風とか豪雨とか、そういういろんな自然災害が多いので、自然災害に耐えるための頑丈な施設を作るのにもお金がかかります。なのでそういう設備投資をしないといけないっていうのもあって、もうどんどんコストがかさみます。で、他の国ではわかんないですが、日本の果物はまだまだ手作りというか手作業がとても多くて、機械でいろいろ効率よく大量生産できるというわけではないです。手作業でやる部分がたくさんあります。で、そうやって手間暇をかけて果物を作るからこそ、どんどんコストがかかって、で、売られるとき、私たち消費者が買うときの値段もとっても高くなります。量より質を重視した作り方と、まず大量生産ができないということと、あとは台風などの自然災害から守るための設備投資など、そういうのが、かさんで日本で果物を作るっていうのはとっても大変です。で、とってもコストがかかることになります。なので結果として私たちが果物を買うときにはとっても値段が高くなります。では2つ目の理由なんですが、それはプレゼントとして、ギフトとして果物を買う文化があるからです。日本にはお中元とかそういう贈り物を贈り合う、プレゼントを贈り合う文化があります。その時に何を贈るかというと、高級な果物をあげたりします。で、やっぱりプレゼントなので、スーパーで買ってきた安いものっていうよりかは、ブランドの果物を誰かにあげたり、大切な人にプレゼントをするっていうことがよくあります。あとは、ちょっとなんかお世話になった人に感謝の気持ちを込めてお礼のギフトをあげるときに、高級な果物をあげたりします。で、こういうプレゼント用っていうのはやっぱり大量生産して量にこだわってっていうよりかは、いいものを質にこだわって作るっていう果物が多いです。で、やっぱりこういうギフトの需要があるからこそ、味、見た目、希少性、そういうものを全てにこだわって作るので、値段が平均的な値段もどうしても高くなるかなと思います。で、あとスーパーで売っている普通の果物でも、やっぱりその大きさとか見た目、糖度、糖度っていうのはどれだけ甘いかなんですが、その糖度を気にしたり、形を気にしたり、傷があるかないかなどを細かくチェックされています。で、ちょっと変な形とか色が変とか、少しだけ傷があるっていう場合はもうスーパーですら、普通の市場ですら売れないっていうことがたくさんあります。なので、実際別に味には問題ないっていう場合が多いんですけど、その店頭に並べられてるものはもう完璧な商品だけなので、100個作ったとしてもそういう見た目も完璧な売れる商品が80個だけってなったら、やっぱりその値段がどうしても高くなるかなと思います。で、この20個はどうするのかですが、もう廃棄、捨てられるか、加工食品になるか、あとはまあ普通に作った方たちが自分で食べるかとかかなと思います。
で、あと、やっぱり消費者のマインド、日本人のマインド的にも、やっぱり見た目も完璧なものが欲しいって思う方が多い気がします。その傷がついたり、ちょっと見た目が変、色が変っていう、ものはあまり売れないかなと思います。で、私のおばあちゃんが自分で野菜を作ったりしています。なのでその野菜をもらったり、またはそのおばあちゃんの近所で果物を作っている人とかたくさんいるんですが、よく野菜とか果物とかを送ってくれるんですが、そういう野菜を見るとやっぱりスーパーで並んでる商品とは見た目が全然違うなって思います。その私の祖母は売るように作っていないので、自分で食べるように作っているので、別に見た目はそこまで気にしていないです。だから変な面白い形の野菜があったりとか、色がちょっと悪かったりするんですが、味は全然大丈夫で、むしろ美味しいです。なんですけど、やっぱりそういう見た目が悪いと、まずスーパーにも並ばないし、売れないし、ということになります。で、それに加えて小規模農業で作る量が少ないし、見た目にもすごくこだわって作るからこそ、実際作っても売れる数が少ないので、あとはギフト用とかになってどうしてもブランド化して値段が高いものを作るので、値段が高い果物がたくさんあるのかなって思います。で、新種とか品種改良がされて、で、何年も何年もかかって作られたシャインマスカットがあるんですが、それにかかった年月はなんと33年です。そのシャインマスカットを開発するまでに33年もかかったみたいです。で、それぐらい何十年もかけて、長い年月をかけて品種改良して作るからこそ、やっぱり果物は高くなるのかなと思います。お肉だったらありますよね。和牛の神戸牛とか有名なブランドのお肉があるかと思うんですが、そういう感じで果物もブランド化されていて、とても高いものが日本にはたくさんあります。で、あと最後に、日本の果物がどうしても高くなる理由に、流通の仕組みがあります。日本の果物は中央卸売市場という場所を通して取引されることが多いです。まず農家さんが果物を作りますよね。で、その果物を直接私たちが行くようなスーパーとか、あとは市場とかに売りに行くとかではなくて、中央卸売市場に売られて、で、そこでそのスーパーの人とか市場をやってる人が買いに行って買い付けをするっていう感じになってるので、その間の手数料とか運送料がかかるので、消費者の手元に果物が届く頃にはもう高くなっているという感じです。もちろんレストランとかだと農家さんと直接やり取りして直接仕入れてっていう、そういう場所もたくさんあると思うんですけど、一般的に私たちがスーパーだったりそういうとこで買う果物っていうのは直接取引されてるっていうよりかは仲介があるので、そのステップが増えるごとに手数料とか、あとはその運送料ですねがかかってどうしても高くなります。最近ではその農家さんが直接ウェブサイトで販売したり、そういうね市場を経由せずに消費者が私たちが直接買えるような場面も増えてきてはいるんですが、でもやっぱりまだまだ中央卸売市場を通して何個もその業者を通して消費者の元に届くので、値段がどうしても高くなります。ネットで直接買える果物っていうのは、そのもともと値段がめっちゃ高いブランドの果物が多いです。メロンとかイチゴとかさっき話したようなそういうもともと値段がめっちゃ高いものがネットで直接売られていたりします。
なのでスーパーに行って買うような、なんかリンゴ1個100円とか、みかん10個で500円とかっていうものはあまりまだまだないかなと思います。なので日本の果物が高い理由は、小規模で限られた土地で作られているのと、人手不足っていうのと、災害対策でいろんな設備投資が必要っていうところでコストがめっちゃかかるっていうのと、あとはブランド化された商品がたくさんあって、味、見た目など品質基準が高くてそれにこだわっているものがたくさんあるので、日本で作られる果物はとっても高くなります。あとは流通の仕組みですね。農家さんが作ってから消費者の元に届くまでに時間とお金がかかるので、どうしても値段が高くなります。で、もちろん日本にも輸入された海外で作られてそれを日本が買った、果物もたくさんあるんですが、日本の政府もやっぱり関税をかけています。その海外の安いものばっかり日本の消費者に買われてはね、日本の農業がどんどん衰退していくので、その日本の農業を守るために、関税をかけています。海外のその安い果物を買ったとて、私たちが買う頃にはその関税分が上乗せされているので、そんなにめちゃめちゃ安い果物っていうのはあんまりないかなと思います。そのなんかスーパーに行ってリンゴ1個全部1000円するとか、バナナ5本で500円するとかそういうわけではないですけど、多分他の国と比べるともっと安く買える国はたくさんあるのに、日本では平均的に値段が高いかなと思います。今回はなぜ日本の果物は高いのかについてお話ししました。皆さんもね、だから高いんかって思った方もいるかと思いますし、いや、それでも日本に住んでて果物とりあえず食べたいからなんか安く売ってくれへんって思った方もいるかと思います。いろんな意見があるかと思いますが、そう簡単に値段は変わらないし、そう簡単には安くならないし、物価上昇とか災害とかたくさんあって、収穫量も減っていると思うので、どっちかというとどん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 値段は上昇傾向にあるかなと思います。なんですけど、一回はその日本の高級な果物を食べてみてほしいです。私もそんないっつも高級な果物を食べれるほど、まだ財力的には全然なんですけど、でも人生で何回かは食べたことがあります。やっぱりそのちょっと高級って言われているマンゴーとか、いちごとかメロンはめっちゃ美味しいです。もうめっちゃくちゃ甘くて、余計な加工とかはせずにそのままフレッシュな状態で、新鮮な状態で食べたらめっちゃ美味しいので、皆さんも一度ぜひ食べてみてほしいです。日本に旅行に来て、高級な美味しいお寿司を食べようとか、なんか高級な和牛を食べようとかって思って日本に来る方もたくさんいるかと思いますが、もしね、もう何回も日本に来ていてとか日本に住んでいて、いろんな日本料理食べてみたっていう方は、ぜひ一度日本の高級な果物も食べてみてください。で、果物が大好きな人、毎日食べたい人にとっては、日本はベストな国ではないかもしれないですが、ちょっと節約して、ちょっとお金貯めて、とっても美味しい贅沢な果物をたまに食べてみるっていうのもいいんじゃないかなって思います。もし皆さんもね、まだ日本でそんな果物を試したことないとか、日本で果物を買うって考えたことなかったっていう方がいましたら、ぜひ、一度買って食べてみてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストを応援したい、サポートしたいと思ってくださる方がいましたら、ぜひ YouTube か Patreon でメンバーシップへの参加お願いいたします。Patreon では毎月1本追加で
エピソードを配信しているランクもありますので、もしもっとエピソードを聞きたいと思う方がいましたら、ぜひそちらで参加してみてください。そしてすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこうやって続けることができているので、本当に感謝ですし、これからも応援していただけると嬉しいです。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。